世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生におけるメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。今回なんですけども、直近でマップ制作ね、行ってた際に印象に残ったポイント、シチュエーションっていうのが2箇所あるんですけども、その2つともがですね、両方とも暗闇っていうのがちょっとビジュアル的にね、重要になってくるようなシチュエーションだったので、この闇にフォーカスしてね、ゲーム制作における闇の扱い方みたいなところの話を一見したいのと、あともう一つがですね、敵制作の方の話なんですが、本作では実は初めてとなる生物ではない敵ですね。古代技術的なもので動いている敵っていうものにちょっと今回初挑戦してみたので、そちらの方もね、進捗共有していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ということで、マップ上の闇ポイント1件目ですね。こちらはですね、戦闘が行われる場所とかではなくて、演出的なね、意味合いが強い、とあるイベントが発生する場所なんですけど、ここなんかは特にね、闇を強くすることによって、だいぶね、雰囲気が引き締まったシチュエーションポイントの一つになってます。制作序盤の時のね、状態がこんな感じだったんですけど、だいぶね、この頃はちょっと雰囲気出すのむずいなって感じでちょっと悩んでたんですが、現状のものと比べると相当明るい部屋になっちゃってますよね。特に前方や左手側にあるね、装飾がついてない壁の素材がむき出しになっているところなんかはね、結構パターンの繰り返しとかが見て取れてしまうので、かなり低クオリティに感じてしまうっていうのと、あとこの部屋ではですね、足元に広がる広大な空間を覗くっていうアクションがちょっと重要になってくるんですが、その下を覗いた時の景色もね、ちょっといろんなノイズになってしまうね、周りのものとかがもう明るい状態で見えてしまっていて、かなり残念な感じになっていました。この部屋ではね、水色のライトを配置して部屋の雰囲気を演出してるんですが、そのライトの強さ、影響範囲ですよねを最大限ね、見せたいものだけが映るような形に絞っていくことによって現状のような見た目へと昇華させることができました。岩の素材なんかもね、序盤よりはかなり追加してますね。個人的に気に入っている点としては、この左手側に映る岩肌の部分ですね。ちょうどこの前あたりに水色のポイントライト配置してるんですけど、岩肌のゴツゴツしたところをね、こう斜めから照らすような感じで、それ以外の背景は真っ暗になっていて、めちゃくちゃ雰囲気出せたなと個人的には思ってます。あとは下の方もね、覗いてみましょうか。こちらもですね、暗闇を最大限活かしまして、見せたいもの以外が見えないようにね、ちょっと配慮する形になりました。ここはライトを絞るだけではね、暗闇を作ることはちょっと難しくて、というのも光の量がね、すごく多かったので、それらを遮るためのね、大きな岩壁パーツっていうものを結構ね、雑に配置して光を遮断しているっていう形になります。この遮断用のね、いわゆるカーテンのような役割を果たしてくれてるイヤパーツたちは、その上をね、歩いて攻略するみたいな場所でもないですし、位置的にね、この座標の真下にある洞窟、地下遺跡っていうね、ステージもあるんですけど、そちらの方から見上げた時もね、暗闇になってて、詳細は見えないっていうようなオブジェクトたちになってますので、結構ね、もうワンパーツをデカデカと拡大して、あんまりね、これやりすぎると、テクスチャーがね、伸びすぎてしまって良くないんですけれども、そういったこともね、プレイヤーに見られることがないパーツなので、その辺はね、結構割り切って雑な作りで、素早くね、仕上げることができています。続いて闇ポイント2つ目がこちら、城の側面に開いた横穴ですね。ちょっとね、装飾用の仮置きとしてマネキンの死体が転がってるんですが、これはね、後日ちゃんとしたキャラクターに差し替えておこうと思ってます。こういった横穴からね、城の中に侵入していくみたいなシチュエーションが個人的にめちゃくちゃ好きなんですよね。ということで、設計の序盤からね、作りたかった場所の一つなんですけど、プレイヤーによってはね、前回動画でご紹介したような他の道中ボスとかはね、しっかりちゃんと倒して昇降機エレベーターを使ってですね、正面玄関入り口からお城の方にね、殴り込みに行くというパターンもあれば、こうした薄暗いですね、どういった用途に使われているのかね、わからない横穴、おそらく下水道とかいうよりかは、いろんな物体をね、城の外へ運び出すのに使われてるんだろうなっていう感じの穴になってるんですが、もしね、攻略中にこのポイントへのね、アクセス方法を発見した方は、ぜひね、裏口入学とも言えるこのルートもね、ちょっと楽しんでプレイしてみてください。この横穴についてもですね、制作初期段階の時は、こんな感じの明るさになってました。壁にかけてある松明がですね、
これだとね、あまりにも中がちょっと見えすぎているということで、雰囲気もへったくれもないですよね。ということでね、極端に暗くライトを絞っていった形が現状のね、見た目になっています。ここも穴の中ではね、戦闘は起こらない、あるいは起こったとしてもね、2、3発殴ったら倒せるような、雑魚敵ぐらいしか置かないだろうということで、明るさだったり暗さっていうのはちょっと演出目的でね、かなり暗い方へ寄せてしまっています。この暗がりからね、はしごを登って外に広がる青空、そしてお城の装飾なんかがね、ちらっと見えてくるこの絵なんかは、個人的にはね、すごくお気に入りのシチュエーションとなっております。続いては敵製作の方ですね。かねてより挑戦したかった生物ではないタイプの敵っていうものをちょっと初めて着手してみました。こいつはそうですね。仮にガーディアンとでも呼びましょうか。古代文明の技術によってね、第一エネルギーメインを吸い上げてそのままね、自立運転するタイプの、いわゆるロボット的なキャラクターとなっています。作中の年代においてはもうすでに目的を失っていて、近くを取った主人公とそのままバトルになってしまったりだとか、一応第三勢力的な扱いなので、敵国のハクナの兵士なんかが近くにいると彼らも巻き込んでね一緒にダメージを与えることもあります。使いようによっては敵にも味方にもなりそうな感じですね。こいつは上半身のみの人型的な感じの造形をしておりまして、移動に関しては基本的に空中を浮遊しながら動いていくような感じになっています。制作上のポイントとなったのはやはり人型のアニメーションをうまくこいつで流用していくというところがちょっと難しかったですね。上半身しかないとはいえ、一応腰から上の骨格構造に関しては人と完全に同じような階層構造になっていますので、基本的にね人型のキャラクターで使えるアニメーションはこいつにも流用していけるという形にはなるんですけれども、浮遊しているという特性上ちょっとアニメーションをねかなり手直ししていかないと色々と不都合が出てきてしまいます。今回はねその辺の遺跡からそのままもぎ取ってきたような柱の残骸みたいなのでね、こうバーンバーンと上から叩きつけてくるようなバトルっていうのをちょっと一回作ってみたんですけど、こういった叩きつける系のモーションとかって大体ね上半身が地面の近くはね大きく沈み込んでアニメーションが終了する場合が多いんですよね。そういったモーションをですねそのままこのガーディアンに適用してしまうと、ご覧のようにね地面に体がすげえめり込んでしまうというちょっと残念な感じの見た目になってしまいます。こいつは先ほども言った通り浮遊しているという特性があるので、上半身腰の位置の高さっていうのは基本的にほぼ一定の高さにあり続けないと、こんな感じで地面にめり込んでしまうことになるんですよね。ということでこのガーディアンに適用するモーションに関しては、全てねそういった見た目的な整合性が取れるように腰骨の位置を常にね気を使いながら修正していきました。その代わりね下半身腰より下の動きに関しては全部無視切り取ってしまって問題ないので、ちょっと一手間ねいつもとは違う工程が挟まってしまうんですが、慣れればねいろんな動きで作っていけそうだなというふうに感じました。今回はね武器というか柱持ちのバージョンからとりあえず着手してみたんですけど、こいつは素手とか魔法で戦うようなタイプがいても面白そうだなと、見た目的にね合いそうだなと感じているので、今後ねそういった個体にもチャレンジしていければなというふうに考えております。というわけで今回ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。